どうもソンツンです。今日はこれからですね、ちょっとした路地裏巡りということをやっていきたいなと思いまして、マカオ半島内港側のハーワン街というところにこれからね向かっていきたいと思います。過去動画でも何度も出てきたエリアではあるんですけれど、このストリートがフービエンシンジエという名前のストリートになります。ここにバス停があるんですけれども、名前がこのフービエンシンジエジエ市、街市ハーワン街というですね市場っていうところがあるんですけれども、そこの方へこれから向かっていきたいと思います。先ほどのフービエンシンジエからですねちょっともう路地に入るともうこんな雰囲気になってまして、今日ちょっと天気がね悪いわけじゃないんですけれども、そんなに快晴というわけでは決してないんですが、こういうですね、マンションの間のこの道を歩いていきます。カーブになっている鉄格子がなかなかね、僕好きなんですけれど、うちの家はこういうのはつけてないですけれど、次に出てくるストリートっていうのが、ちょっとここをですね、通っていきまして、何度か過去の動画には出てきたところではあるんですが、こちらの道の名前がハーワン街、シアファンジエというですねストリートになります。こっちから見ると裏側なんですけれども、この屋台みたいなのが、果物を売っている屋台になるんですが、ちょっとね僕小腹が空いたんでいきなりねそこにあるですねお店でちょっと何か食べようかなと思います。ここの近くに市場があって、市場の中のフードコートをですね過去動画で紹介したことがあって、そこでもいいかなと思ったんですけれど、そうだな、今日は久しぶりに最近動画であんまりね紹介しなかったマカオのフレンチトーストを食べたいなと思います。でこのチュエンジーカーフェシーというお店なんですけれど、ちょっと今覗いたらねもう中がもう席空いてるテーブルなかったんで、ちょっとしてからねここに戻っていきたいと思いますので、で先ほど見えてた屋台というのはこういう感じでですね、果物を主に売ってる屋台というのがこの辺りに軒を連ねてるわけなんですね。他にこういうスーパーがあったりだとか、マニングスという、ドラッグストアみたいなところがあったり、服を売ってる屋台もありますね。あとこれも過去に紹介したお店ですね。ここでヤムチャをしたんですけれども、それまたリンク先概要欄に出しておきますので、そちらの方をご覧になってください。でこのヤムチャのすぐ横にこういう花を売っている屋台みたいなのがありまして、でここですね、今日はそこまで行かないんですけども、こう階段があるんですけれども、これをね上がって道なりにまっすぐ進んでいくと世界遺産のリラウ広場というところに出れます。今日はリラウ広場までは行かないですけれども、せっかくなんでこの階段をねちょっとだけ上がってきたんですが、こんな感じの雰囲気、もう下町っていう感じがですね非常に濃く出ておりますね。ここねマンションではあるんですけれどね、そこのマンションの入り口のところのこれもすごく年季が入っているな。中はこんな感じですね。すごいこれ雰囲気が、うわすごいなこれ。でこのエリアで、観光客の方がそれなりに来るだろうっていうところがこの市場のところですね。ハーワン街市と言いますけれど、この建物の2階にですね熟食中心でフードコートが入っているわけなんですね。過去動画リンク先出しておきますので、そちらの方もご覧になってください。すぐそこにお店がある。外でもテーブルがあるんだな。ここのお店ですね。あとダイソーっていうのは今どこに行ってもありますね、マカオ。こういったですね非常にローカルなエリアのところにもありますし、観光地の近くにもねあったりしますんでね、
本当に今ダイソーってすごい店舗数あっという間に増えたな。僕来た頃はね2店舗か2店舗ぐらいしかなかったんですけれど、多分今もう10店舗以上あるかなと思うんですけれどね。で、今日の動画のメインはね、ちょっと路地裏に入っていくということなんで、ここからですねちょっと中の方に歩いていきたいなと思いますので、でもここの路地の方はまだ比較的新しいマンションが建っているところなのかな、もうすぐね目の前にはこれ海中園湾っていうですね大きなマンションもありますし、フィリピン料理があったりだとか、この辺りもフィリピン人で住んでる人多いでしょうからね。あと医療中心、この辺りはあれかな、漢方の、なんかすごい漢方薬の匂いがね漂ってるんで、そうですね、この中医中国医学ってことですね、漢方医学ですね。あとこれは有名なお店かな、なんか一度ね僕もおすすめされたことがあって、マカオの人にね、ポルトガル式カフェみたいな、ポルトガルベーカリーカフェか、いつかまたね撮影したいなとは思うんですけれどね。ここら辺が突き当たりではないけれど、この辺りまで来ると、人がだいぶと少なくなってきましたけれどね、こんな感じな風景です。あとなんかこういう作業してる、ところだったりだとか、右側はこれは託児所か、こうね所狭しといっぱいあるわけなんですけれど、これで今さっきね市場のところ行きましたけれど、市場のこの裏側ぐらいのところまで今来たんかな。もう一度さっきのお店の方へ戻ろうと。今これ11時過ぎぐらいなんですけれど、12時ぐらいになってくるとね、今度学生さんたちがねあのお店に行くと思うんですよ。だから学校の昼休みが始まる前にちょっとあのお店の方に行きたいんでね、そこでフレンチトーストを食べたいなとは思ってるんですけれど、まだまだ人いっぱいいると思うんですけれども、相席でもいいからもうこれからお店の方に入ります。店内の雰囲気こんな感じになってます。一线我的最快打现在咁樣，因為唔係咩嘛，我大埔啦，なんかおばちゃんが中の紅茶を全部注ぐように言われたんで、入れちゃいましたけれど、こんな感じですね。このように紅茶の葉っぱが中に入ってます。非常に濃厚、香りもすごくいい。じゃあフレンチトーストになります。この中に具材が入っているっていうわけなんですよ。じゃあごちそうさまでした。美味しかったです。あまりねその店内で大きな声出してね喋れなかったんですけれど、フレンチトーストね、甘さとしょっぱさとねうまく混じってねめちゃくちゃ美味しかったですね。あれ、フレンチトーストにねチーズを使うってなかなかね、これあんまし一般的なフレンチトーストにはないと思うんですけれどね、すんごくねあれ美味しかったな。ミルクティーもね非常にね濃厚な味わいでね良かったと思います。それでねもう一箇所ですね、とある紹介したい路地裏がねあるんで、この近くにですねそこまでこれから行ってきます。いろんな路地裏が気になったりするわけではあるんですけれど、これから行くのはですねさらに古い建物がもう誰も今そこ住んでないですけどね残ってるというようなところがありましてですね、どこだったっけな、
なんかバナナがこう吊るされてるのもいいなんか絵になってますね。ここか、この道をですねちょっと歩いていくんですけれど、この道の名前っていうのがですね、これですね、龍道ウェイというところになります。でまだこの辺りはですねそこまで、ね、古いっていうところではないんですけれどもうちょっとしたらですね、昔のその建物が残っているっていうわけなんですよ。それでこの辺りですね、なんかネット情報だとね1800年代、19世紀の頃にはですねこういった建物がもうすでにここにあったっていう風にね出てたんですけれど、昔のそのマカオの家屋っていうところですね。今この画面のね左の方は普通に人が住んでるマンションですけれど、右側の今見ているここがですねこういう古いところが残ってるっていうわけなんですね。中にはもちろん入っちゃダメですけれど、ちょっと隙間からどんな感じなのか見てみようかな。中にレンガがあるのは見えますね。でガラス窓とかも見えたりするかな。多分これはっきりはね映ってないと思うんですけれど、猫用の餌があったり置かれてたりするんでね、多分人は住んでないんですが、もう猫の住処のようになってるのかもしれませんね。でもうここがですね突き当たりになるんですけれど、壊れないように補強してるところも一部ありますね。でここにこの道教の祠がありまして、でここで振り返るとですね、すごく年季の入った門っていうのが、昔の感じなんでね、これ右書きになってるんですけれど、これで龍道ウェイですね、緑道路地、中にはねこの家のガラス窓のところ、当時としては画期的だったのかな。これステンドグラスっていうのかちょっとカラフルなねガラスもはめられてますね。じゃあ再び、この辺りのメインストリートですね、シア・フワンジェに来ましたけれどね、ここから見えているのであれば今補修工事してるところもあったりするのかな。これですねちょっと拡大するとですね、そこに見えているのが世界遺産の定型屋敷ですね。非常に生活感があってなかなかいいですね。本来のマカオのその人々の暮らしっていうのがねこうして見れるっていうところですかね。日本の缶コーヒーのブラックコーヒー 5.5 パタカで売ってるな、安。あとそれとどん兵衛が9パタカか、すごいなこれ、安いわ。でね、さっきの隣のお店ではねさらにこれね安かったんですよ。これさっきのところが 5.5 パタカで、こっちの方がね 5.3 パタカか、安っ。ちょっと荷物になるんですけれど一缶だけ買っちゃいました。市場もねそうですけれどね、さっきのお店もそうですし、こういったローカルな食堂っていうところが非常に多いところなんでね、マカオっぽいというかマカオならではのグルメをお求めの方はですね、こういったところに来るのもねいいんじゃないかなと思います。そしたらですね昔の動画で紹介したことはあったのかな。最後ここちょっとだけ歩きます。このグアンフーウェイっていうところなんですけれども、ここもですねずっと以前人が暮らしていたこの長屋住宅っていうのかな、そういったところがですね、こうして残ってるわけなんですね。だからここの写真に出ているのがその当時の人々のここで暮らしていた感じのやつなんですよね。じゃあちょっと中の方進んでいきましょう。ここもね古いところではあるんですけれど、さっきの緑島のところとはちょっと違ってね、こう色がもう塗られてたりねされてるんでね、あそこまで古いっぽくはね見えないかもしれないんですけれど、あとこういうねウォールアートっていうのもねありますしね、
まあ個人的にはねウォールアートね別に悪いもんじゃないと思ってるんですけれど、古いその建物のところにねこうウォールアートをするのもねどうかなっていうところはねあるんですけれどね、なんか新しいところにねああいうウォールアートをするのはね全然僕は何とも思わないんですけれどね、まあ、せっかくなんでねこの辺りも、まあ、こういう風に補強してるところはねあったりはするんですけれどね、なるべく昔の感じのままでね残してもらいたいなっていうのはねあるんですけれどね。ここが突き当たりか。まあここはここでねいい感じになってるのかな、動画にすると。でこのウォールアートのところからですね、ちょっとこっちの方に連れてくるとこっちから見た方が昔なっていう感じが残ってますね。下の部分にこうシャッターがあって、で上の方にベランダというのかバルコニーというのかっていうのがですね、はい、こういった長屋住宅ですね。これ散髪屋だな。散髪屋と、まあ、すぐ隣にちょっとポルトガルっぽいね感じな建物も残っていたりはしますね。でさっきのグアンフーウェイからもうちょっと横にねずれてくるとイシャランというですね、まあ、海鮮の扱う業者みたいなところがあるんですけれどね、グアンフーウェイの長屋住宅に暮らしていた方ね、もともとはその漁師だったっていう人がですね辺りに昔は多く暮らされていたそうです。でこのハーワン街というストリートをですねずっと突き当たりまで歩いてきますと、そこの前の道というのが、ビエンシンジエという大通りになるんですけれど、この矢印にね沿っていくとLRT の駅ですね、マッコー駅になります。はいということでですね、まあ、今回の動画はこれぐらいで終わっておこうかなと思いますけれども、ガイドブックに載るような有名な場所を歩いたような感じではないんですが、マカオの、カジノだとかね世界遺産だとかああいう賑やかなところはそうなんですけれども、またそれではないねマカオを知ってみたいという方はねぜひ歩いてみてください。今日はねじゃあここで終わっておきますので、はいごめんちょっとパニックった。いやいいか、これで終わりか。はい、じゃあチャンネル登録して一緒にマカオの散歩へ出かけましょう。バイバイ。ご視聴どうもありがとうございました。なんか逆になったな。